メガ進化ポケモン誰がいいかな。いっぱいいて迷っちゃうよね。竜の舞メガゲラドスで全抜きするとことか見たいな。メガボスゴドラで超耐久とかも面白そうだよな。ニャオハたちすごく盛り上がってるね。ずーっと楽しみにしてたポケモンチャンピオンズがとうとう始まったからね。ワクワクしてるイーブイ素敵。マフォクシーは来ないんですか？予定が合わなかったらしくて、また今度ってなったらしいよ。そうですか。みんなエーフィーの周りから離れないね。私たちがポコアの世界に行ってる間、みんなお留守番してて寂しかったみたいだね。その反動でみんなのお母さんであるエーフィーから離れなくなっちゃった。嬉しいんだけど動きにくい。みんなこんにちは。あ、ミミだ。ミミ。今日はまだルカリオは来てないぞ。そのルカリオのことでちょっと相談があって。相談？ルカリオをデートに誘ったりしてもすぐに逃げられちゃって、なかなか距離が縮まらないんだよね。どうしたらいいのかちょっと悩んでて。ルカリオ女子への耐性が極端に低いからね。私の防御種族値ぐらい低いよね。いや、その10分の1ぐらい低い。秘宝ルカリオの女子耐性値6。いいこと考えた。それは本当にいいことか？ミミがランクバトルに出ればいいんだよ。ポケモンバトルバカ。いや、最後まで話を聞けって。ルカリオにランクバトル頑張ったらハグしてってお願いするんだ。ハグか。確かに物理的に距離を近づけることで心の距離も縮まるってことあるよね。本来ハグとかそういうのは自然にできれば一番いいんだが、女子耐性値6のルカリオでは下手すると一生できない。だからランクバトルを頑張ったご褒美ということにして、ミミとハグするための口実を作ってあげるんだよ。なるほど。でもルカリオはそれでいいのかな？ルカリオ嫌がるんじゃ。ここで忘れちゃいけないのは、ルカリオもミミが好きだってことだ。それはルカリオの耳に対する今までの反応を見ても明らかだね。だからこれはルカリオにとってもいい話なはずだ。ミミはルカリオと距離を縮められる。ルカリオにも低女子耐性の壁を乗り越えるチャンスが生まれる。そして俺はミミにランクバトルに出てもらえるというリンリンリンの策なんだぜ。さすが作詞ブラッキー。なんかうまく言いくるめられてるような気もするが。いいじゃん、実際みんな得してるんだから。じゃあ私ルカリオを呼んでくるね。というわけなんだが、いいよなルカリオ。沈黙は皇帝とみなせ。というわけでミミ、今日は頼んだぜ。ルカリオがそれでいいなら私精一杯頑張るよ。ミミさん頑張ってください。ミミさん僕も応援します。メガミミロップの戦いが見れる。楽しみ。それじゃあ今回はメガミミロップ構築でチャンピオンズランクバトル行ってみよう。今回のミミロップの技構成は猫だまし、インファイト、トリプルアクセル、トンボ返り。持ち物はもちろんミミロップナイト。快速を生かして猫だましとトンボ返りでダメージを稼いでいく方だね。メガ進化後の特性は肝っ玉。相手がゴーストタイプでもノーマル格闘技が当たる。だからゴーストタイプでメガミミロップを止めることはできないぞ。ガブリアスの技構成は地震、激鱗、ストーンエッジ、6好き。アシレーヌは歌方のアリア、ムーンフォース、アンコール、クイックターン。アーマーガーはブレイブバード、鉄壁、羽休め、トンボ返り。やあみんな、ウサギなポニオだぞ。ウサギなゴリラだよ。今日はウサギ界だと聞いてちゃんとウサギになってきた。これでランクバトル暴れてやるぜ。お前たちまだチャンピオンズ内定してないぞ。まあオーガポンとゴリランダーなんてそのうち絶対内定来るから仕方ない。今回は同じウサギ仲間を応援してやろう。ありがとう。さてこの構築はミミロップとスカーフガブリアスはほぼ確定で出す。あと1体クッション役をアーマーガーにするかアシレーヌにするか、これが基本的な選出の仕方だ。今回はどうするの？どっちでも良さそうだけど、メガガルーラとニンフィアいるしアーマーガーで行ってみようかな。対戦よろしくお願いします。お相手先発ニンフィア。ニンフィアだ。アーマーガーで正解だったっぽいな。ミミさん頑張れ頑張れ。いきなりメガ進化して猫魂行こう。ミミロップメガ進化きたー。よし行くよ。ミミさん美しい。ミミかっこいい。メガミミロップ猫魂。まあ結構入った。ニンフィアはひるんで技が出せない。メガミミロップの攻撃種族値は136あるからな。
さらにノーマルタイプ1でダメージ 1.5 倍になるから侮れない火力が出るんだよ。そして次はトンボ返りでトンゼロだ。女神ミロップトンボ返り。ニンフィアの HP がもう 59% まで減ってるな。ぴょんぴょん飛び回ってウサギみたいだな。ウサギだよ。アーマーガーに交代しよう。女神ミロップアーマーガーに交代。アーマーガーは鋼タイプなのでフェアリー技を半減できるね。ニンフィアハイパーボイス。よし、軽傷で済みましたね。さて本当はトンボ返りでまた交代したいとこなんだけど、アーマーガーの素早さがニンフィアより上な可能性があるんだよな。トンボ返りを押すとニンフィアの攻撃が交代先に行くかもですね。ここは一旦羽休めで回復しつつ相手の出方を見るとするか。交代してきた。お相手ロトムに交代。ロトム来たか。相手の6体見るとこだわりスカーフを持ってるとしたらロトムっぽいな。ボルチェンならガブリアスと素で交代したいが、まあでもそれで鬼火打たれたら悲惨なのでトンボ返りにしとこうか。ロトメボルトチェンジ。ちなみに今回のアーマーガーの持ち物はお盆の実。ゴツゴツメットでもいいの？もちろんゴツメもありなんだけどまだ実装されてないんだよね。あれ、そうなんだ。ゴツゴツメット、こだわり鉢巻き、こだわりメガネ、イバンの実などまだ未実装になってる強い持ち物が多いよな。でもそのおかげもあってメガ進化がちゃんと強いのが嬉しいんだよな。楽しいよね。持ち物が全部あったら相対的にメガストーンが弱くなるからな。ここはまだ耳でいいかな。猫だましでダメージを稼いでいこう。女神ミロップ猫だまし。お盆の実だ。なんか木の実を食べる時の音がより美味しそうになってないか？カリカリカリってキーカイになった気がする。食べたくなる。女神ミロップトンボ返り。次でニンフィアは倒せるな。アーマーガーに交代。別にあくびしてもいいんだぜ。どうせトンボ返りするけどな。ニンフィアハイパーボイス。相手はまたロトムに交代かな。まあまた羽休めでいいかな。ニンフィアマジカルフレーム。なにマジカルフレームあったんですね。というかニンフィアのマジカルフレームってスカーレット・バイオレットで没収されてなかった？今作で戻ったみたいです。そうだったのか。どうする？トンボ返りで耳に交代しよう。ニンフィアマジカルフレーム。アーマーガートンボ返り。女神ミロップに交代。さてここは猫だましを打てる場面だが、これさ、ワンチャン猫だまし読みで交代してこないか？ほう。耳インファイトだ。了解。交代してきた。きたきた。ロトムか？ロトムに交代。耳のインファは痛いぜ。女神ミロップインファイト。わあ、当倍なのにすごい威力。さすがミミさん、ウサギやるじゃん。猫だましに合わせて交代してくる相手に高火力技を選べると嬉しいんだよな。猫だましの魅力の一つだな。ロトメボルトチェンジ。これでスカーフが確定したな。お相手ニンフィアに交代。ここトンボにしたけど別にインファでもよかったな。ここはガブリアスに交代します。アーマーガーだとマジカルフレームにやられちゃうもんね。それにアーマーガーはガブリアスのこだわりを解除するっていう大事な仕事が残ってるからな。なるほど。自信はロトムか海流に避けられる可能性があるし、ストーンエッジは命中不安技だな。毒好きでいこニンフィア電光石火。電光石火まで持ってたんだ。う。しかもいてー。特製フェアリースキンでフェアリータイプになってる上に威力が 1.2 倍になってるからな。ニンフィア強い。さて3体目が出てくるかな。おそらくメガ枠、海流かガルーラだと思うが。海流です。よしよし。ミミとアーマーガーがどっちもいてくれて助かった。まずはアーマーガーに交代する。海流メガ進化。メガ海流だ。かっこいい。かわいい。メガ海流激流。あとは任せてくれ、アーマーガー。アーマーガーありがとう。しかし激鱗使ってきたのは意外だったな。次にミミの出番だ。はい。トリプルアクセルは命中不安技なんで、ここは猫だましで確実に丸スケを剥いでおく。女神ミロップ猫だまし。
この残りヒットポイントだと、もしメガ海流が物理耐久にガン振りしていた場合、ガブリアスの激鱗で落ちない可能性があります。あれ、メガ海流ってそんなに硬かったっけ？さっき素直にトリプルアクセル打っといた方が良かったかもな。まあまあ、物理耐久ガン振りのメガ海流なんて今はまだほとんどいないから。ミミさんお疲れ様です。あとは頼んだよ。ガブリアス出動。ガブリアス激鱗。頼むぞ。よーし、ガブリアスナイス激鱗。勝ったー。配線ありがとうございました。この後も勝利を重ねていくメガミミロップ構築。12連勝まで来ました。すごい。みんな強い。だが13連勝がかかったこの試合、相手のサンダースに粘りに粘られ、引き分けに持ち込まれるという珍しい試合に。しかもそれを相性最悪なガブリアス相手にやってのけるとは。サンダースすごい。守る、身代わり、あくびのコンボで粘られましたね。サンダースってボルトチェンジで駆け回ってる印象しかなかったからびっくりしたぞ。ポケモンバトルって奥が深いんだな。こういうのも含めておもろいんだよな。さあ、この試合に勝てばマスターボール級です。いよいよ来た。ドキドキ。お、この相手の構築結構いけそうだな。アーマーガーがややめんどくさいが、それでもなんとかなりそうだ。よし、ミミロップ、ガブリアス、アシレーヌで行こう。配線よろしくお願いします。お相手先発エルフーン。ミミ頼むぞ。任せて。頑張れミーミー、頑張れミーミエルフーンか。いきなりトリプルアクセルをしたくなる気持ちを抑えて、猫だましで堅実に行こう。ミミロップメガ進化。考えてみたらミミもルカリオもメガ進化できて、しかもどっちも格闘タイプなんだ。すごくお似合いのカップルだ。ゾロアちゃん、そういうこと言うとまたルカリオが緊張しちゃうよ。あ、ごめん。ではトリプルアクセルチャレンジ行ってみよエルフーンの耐久なら2発でいけるかな。エルフーン追い風。お相手の素早さが2倍になったね。う。追い風は別に構わんよ。メガミミロップトリプルアクセル。もう一発。よーし、ミミナイス。3発助かる。お相手ソープレイズ。来たな。ちゃんとアシレーヌを連れてきてますよ。ちなみにここはトンボ返りじゃなくて素引きじゃないとダメだな。追い風の効果でお相手が上を取ってますからね。そう。アシレーヌに交代。アシレーヌ美しくて可愛い。ソープレイズインサイト。よしよし、ここまでは順調だね。これはもうマスターボール級いったんじゃないか。まだまだ油断はできんぞ。油断してると足元すくわれちゃうよ。最後まで気を引き締めていこう。と言いつつみんなそわそわしている。お相手バンギルスに交代。よしよし。アシレーヌがぶっ刺さってます。アシレーヌ歌方のアリア。いいダメージ。このまま歌方のアリアで押していこう。バンギラスメガ進化。メガバンギラスかっこいい。鎧がパワーアップした感じ。メガバンギラスストーンエッジ耐えろ。耐えた。今回のアシレーヌはヒットポイントと防御に振ってるからな。物理耐久もバッチリよ。アシレーヌナイス。あと1人です。こっちはまだガブ先生がいる。お相手ソープレイズ。アシレーヌはこれでお役御免かな。アシレーヌよくやってくれた。あとは任せてくれ。アシレーヌありがとね。さあ決めてくれガブリアス。いけガブリアス。ガブリアス自信。勝ったー。配線ありがとうございました。というわけでマスターボール級に到達。やったー。あ、もうハグしてる。ルカリオを抑えよう。ミミ絶対離しちゃダメだよ。うわー、ルカリオ今だけ頑張って。麻酔なしの手術か何か。先生、ルカリオは？手術は無事成功しました。おお。
ひとまずこれで大丈夫です。ただ、しばらくの間は絶対安静が必要です。絶対安静？本人の心を刺激するようなことは言わず、ハグも3日に1回以内に抑えた方がいいでしょう。用法用量を守ってハグしましょう。ミミも大変だね。初めてチャンピオンズをやってみた感想はどうだった？間違いなく神ゲーだな。強すぎるポケモンや道具を一旦なしにしてメガ進化をちゃんと強く使えるようにうまーく調整してある。そのおかげで対戦がすっごく面白いぞ。今までのポケモンシリーズでここまでちゃんとした環境調整がされたのって初めてなんじゃないか？ついに公式が本気で調整してきたってこと？ああ、このゲームをしっかり運営していこうっていう強い意気込みを感じるな。これから初めてポケモンやる人にとってはどうなの？スカウトだけでやっていく場合、最初は欲しいポケモンを集めるのにちょっと時間がかかるだろうな。ただこのゲーム、対戦したりミッションこなしたりすると VP やチケットがバンバンもらえて、ポケモンをかなりテンポよく集めていけるんだよな。ポケポケのカードと比べると、はるかに速いスピードで集まるよね。ポケモンが足りないのは多分最初のうちだけだと思うよ。今後何年も長く続くゲームだと思うから、ポケモンバトルを始めるなら今が最高のタイミングだ。みんなもやろう。ちなみにもしスカウトだけでポケモンを集めるなら、使用率が高いポケモンを優先するのも一つの手だよ。使用率ってどこでわかるの？この画面から見れるよ。ほんとだ。ガブリアスが1位なんだね。アシレーヌは2位だ。使用率の上位にいるポケモンはまず間違いなく強いから、優先的に取っていくと効率的にパーティーを強化できるぞ。その中でも特にガブリアスとアシレーヌは大体どんな構築に入れても強いから、最優先で取っておくととっても便利だよ。技の採用率とかも見れるんだね。もしポケモンの技や持ち物で迷ったら、これを参考に決めるのもありだね。これ便利だよね。というわけで、今後もいろんな構築で対戦していくので、よかったらチャンネル登録してまた見に来てね。それではまた次回お会いしましょう。